ひろゆきさん、トヨタ、JR 東海、三菱重工業が国際由来の潤滑油が供給が不安定で高い線に安定供給できるように記者会見で言っています。日本の最大大手企業が潤滑油を安定供給できないのに他の企業が無理ではありませんか。これでも目詰まりですかね。あとイラン問題が長引くと国連エネルギー機関が9月世界の経済や枯渇するかもしれないと警鐘しています。ひろゆきさんどう思いますか。世界が枯渇した時に日本だけ枯渇しないってあるわけないよねっていう話なんですけど、なので日本もなかなか厳しくなるよねとは思ってるんですけど、とはいえホルムズ海峡が割と難しいだけで、北海油でイギリスとかノルウェーとかだったりとか、あとアフリカとかの石油っていうのは割とまだ普通出てるし、アメリカも出てるので、本当に世界中枯渇するという状態にはならないと思います。でも何が起こるかっていうと、原油が価格が高くなり、原油製品の価格も高くなるということは起こりますと。っていうところでいくと、結果としてそれもコストが合わないから発注しないよねとか、高いから買えないよねっていうのがあり、すでに円安で物価高になってますけど、物価高はもっと加速するんじゃないかなと思います。なぜじゃあ高市政権が問題がないのだと言い張るのかっていうと、表に出てる話じゃないので違うかもしれないんですけど、もともと高市さんそんなにやる気ない説っていうのがあるんですよ。なので前の選挙の時にも負けてもいいよねと思ってやっていて、結果大勝ちしてびっくりしているっていうのがあって、その後も割とそんなに働いてなくて家にこもってることが多いんですけど、体調不良は本当にその通りらしくて、なので体調不良だからもうやめてもいいんじゃねって思ってるけど、長期的に日本をどうしたいというよりは、言っちゃったことをひっくり返すのが嫌だよねっていう、総務省の時にこれ嘘だったらやめますって言って嘘でしたっていうのがバレたとか言うんですけど、本当の資料だったらやめますって言ってて本当の資料だったっていうのがあったとか、そもそも経歴嘘ついてごまかしたりとか、バレなきゃ短期でやってもいいよねっていうのがあったりするので、今回もその原油足りてるんだって言い張るっていうポジションを取ったから、自分が間違ってましたっていうのを認めるというのが不得意な方なので、それを言い張り続ける。でそれに対抗するんだったら潰すぜっていうのでヒアリング的なことをしているっていうのをやってるので、長期的にはなかなか厳しいんじゃないかなとは思うんですけど、イランとアメリカが劇的に友好的な関係になるっていう可能性がまだゼロではないので、そうなると石油価格も元通りになるので、そうすると劇的に友好的な関係になって嫌いを除いて石油価格下がってよかったねっていうパターンもあると思うので、そういう短期のギャンブルの賭けをしているっていうことなんじゃないかなと思います。自民党萩生田氏のナフサ目詰まりはナフサ不足の真の原因は本当ですか。やっぱり足りない感じがします。本当にその日本中で目詰まりを起こしている会社が特定できているのであれば1週間以内に終わるよねって言ったんですけど、なんで1週間って言ったのかっていうと、すげえ無能な人だったらもうちょっと時間かかるかもしれないですけど、まずどういうことをやるかっていうのを説明しますと、流れを止めている会社というのは下からの発注が来ているけども、そこの発注に対して在庫量を吐かないというのをやってるので、そこで目詰まりが起きてますと。なのでそこのが分かった場合に、まずじゃあ発注量に対して 100% 全部出してください。出さないのであればじゃあ名前を公表しますよっていうと、そもそも発注しているわけだから 100% 出るわけじゃないですか。これを全ての発注している会社に連絡しますと。そうすると多分1日で、例えばじゃあトルエン的なものを作ってるところがいて、塗料メーカーがくれよって言ってて、これを出してなかったとして、塗料メーカーの方に発注量全部いきますってなると、今度はその塗料メーカーが断ってた分っていうのを、塗料ないから断ってたよっていう分を次はこれ出せるよっていう連絡がいくんですよ。なのでここで 100% を出す段階でこの量を出したというのは国に報告します。例えばじゃあ100リットルをあなたの会社に出すというのは国に報告します。でここで100リットル出してないってなると国から怒られるよっていうと、発注しました100リットルこの中間の会社が作ります。工場で作るのでこれが製品として出荷されるのは2ヶ月後かもしれないけど、来てる発注を断ってるというのを2ヶ月後なら作れますよっていうので100リットル分じゃあそこで受注できるわけじゃないですか。そうするとここの会社がじゃあ2ヶ月後は来るよねってなってて、止めてた仕事に関して2ヶ月後に来ますよっていうのでいくと、そこで計画が立てられるんですよ。マンションの防水工事とかできないよねっていうので、いつになるかわからないので足場を組まないみたいになってて、足場屋さんの仕事がないとかがあるんですけど、でもこれも2ヶ月後にこの量来るよねっていうのが確定していれば仕事は進められるんですよ。じゃあ2ヶ月後までにできることをしようとか。
っていうのがあるので、1日のうちに次の段階までバーッと連絡が来て、で、次の日に2次代理店から3次代理店までバーッて連絡がいってっていうので、なので大体3、4営業日行くと多分4段階ぐらいまで行くんですよ。日本中で4段階まで動いたら、多分日本中でものすごい量の連絡とものすごい量の製品の流れというのができて、ここまで行くんだったらもうそんなに発注しなくていいよねってなると思うんですけど、僕が見てる限りというか、僕が調べてる限りも範囲としては狭いんですけど、どっかが止めていて、それをじゃあ萩生田さんがやれやって言ったから動いたっていう目詰まり解消は起きてないと思うんですよね。とはいえ、ただ僕が観察できてる範囲は狭いので、ひょっとしたら僕の見てないところで目詰まり解消がものすごい速度で今進んでるかもしれないので、なので1週間後ぐらいに答えが出るんじゃないかなと思います。いやー、だからね、リフォームとかいろいろ止まってるから大変ですよね。大手が抑えてるんだったとすると、大手から1時、2時、3時っていうので、4時代理店ぐらいまで行っても4日っていう感じです。はい。米騒動はね、また別で、米もともとね、生産量少なかったんですよ。もともと生産量が少ない状況で、でも足りないよねって言われてて、足りなくないですって言ってたんだけど、もともと生産量少ないんだから足りないよねっていう。ナクさんも僕は同じ状況だという認識です。はい。本当に特定していて、で、それでじゃあ1週間とか、無能だったとして2週間で、2週間何も変わらないのであれば、萩生田さんが言ってたのは嘘だったっていうことになると思いますけどね。特定の会社が止められるようなほど単純なサプライチェーンではないので、なので特定の会社が分かったみたいなのはそもそも難しいと思いますけどね。日本で何年も前からバイオ燃料で飛行実験をしていて、実用化すれば飛行機代が下がるかも。しかし移民問題を化させないためあらかじめ協定を結んだ国だけ伸ばすようになるんでしょうか。バイオ燃料はアメリカとかだとトウモロコシで使った燃料を作るとかがあったんですけど、結局そのトウモロコシを育てるために石油を使うことになるんですよね。トラクター動かしてトウモロコシを回収して発酵させてアルコールにしてエネルギーにするんですけど、発酵させてそれを蒸留してとかでもやっぱり石油を使うので、結果としてバイオ燃料を作るためには石油が必要だよねっていうことになり、でそれだったら石油そのままでええやんっていうのと、バイオ燃料やっぱコスト高いんですよ。結果としてバイオ燃料全然安くならないんですよね。むしろ石油が高いシェールガスとかが出てエネルギーコストが安くなってしまったっていうのがあって、バイオ燃料っていうのが燃料の主流になることはないまま今の時期に来ちゃったんですけど、ここまで燃料が高くなるのであれば石炭を使って蒸留をするのであれば、バイオ燃料を作ることによって石油の代わりにするというのはありだと思うのですが、基本的にはもう日本の場合は石炭使うと二酸化炭素いっぱい出てきちゃうから、あんま使っちゃいけないってことになってるんですよ。なのでやるとしたら中国とか石炭使い放題な地域とかでやるぐらいしかなくて、バイオ燃料が基本的に石油の代わりになるかっていうとまだまだ難しいんじゃないかなと思いますけどね。ユグレナとかが油的なものを出す細菌というか微生物を育てて、でその微生物をこして油を取ってバイオ燃料にしようっていうのも一応実験してて、確かハワイでやるんじゃなかったっけ。ただあれもねちょっとねコスト的にはいかがなものかなっていうところ確か超えられてなかったと思うんですよね。そうそう、確かクロレラだった気がする。なので石油がこのままずっと高くなり続けるのであれば、ひょっとしたらコストとしてバイオ燃料の方が安いよねってなるかもしれないんで、イランのウォッチをしてる X のアカウントの人で返したのでまだ僕確証は取れてないんですけど、ソマリアのシーア派の人たちが紅海の下の方をイスラエルの船が通るのを止めるっていう宣言をしたらしいんですよね。皆さんご存知ホルムズ海峡っていうのがこっち側にあって、でここに中東サウジとかドーンってあって、でこっち側のホルムズ海峡を今ここイランが止めていますと。ここ止まったよねっていうのがあって、サウジとかはこっち側ダメだからこっち側から出そうぜって言って紅海から出しているってなんですけど、でこの紅海のここもちょうど細くなってて、ここにイエメンっていう国があって、でシーア派の人たちっていうのをイランが支援してるんですけど、ここの紅海のこっち側から出る船のイスラエルのやつは全部止めるぜって言い出してるっぽいんですよね。イスラエルの船だけ止めるんだったらご自由にどうぞなんですけど、ホルムズ海峡を止めるぜ、アメリカとの交渉をやめるぜってイランが言ってない状態で、じゃあイエメンと結託して紅海をインド洋側に抜けるコースも全部止めるぜってなっちゃうと、さすがにちょっとね石油値段とんでもないことになるんじゃないかなと思いますけどね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。